なんかやった仕事を急に変えられちゃったりとか、私がなんとかハラスメントっていうのは男性が被害者になることが多分多いので、もうなんか女性も逆に男性に気をつけてね、男性にそういうこと言っちゃダメだよっていう女性もなんか最近気をつけなさいっていう話とかバイト先でもするんで。 Hey guys and girls, on Ash Japanese, it's Kathy Cat, your flash bloody fashion reporter, coming out from Tokyo to you, and today we're going to talk about different types of harassment and what kind of harassment have people actually experienced. So I'm gonna go on the streets of Tokyo, ask people what type of harassment they're worried about doing or that actually has happened to them. Let's see if we get some honest replies. I don't know. So let's go and ask Japanese. 私たちが前の動画の中に紹介してたのは、日本ではセコハラ、パワハラ以外にもいろんなハラありますよ。空気ハラとか自分がされたハラとか何かありますか？パワハラ的な感じのはされたことはあります。なんか先輩とかそういうの多いんですか？先輩、そうですね、上司の人からって感じですね。どうやって聞いていいんですか？嫌がらせやろ。嫌がらせ、周りの人たちからも大丈夫かって心配されるくらいのことをされてました。じゃあもう本当に周りから見てもこれはちょっとないわみたいな。でしたね。でも私でもやられすぎてて気づかない時もあったぐらいですね。長い間続いたっぽいんですけど。長い間続いてました。もう慣れちゃってましたね、自分でも。解決は？解決はやめました。その上司の上の人に言いました？言いました。言って一度その人からも言ってもらって治ったなと思ったんですけど、また始まっちゃって、一応長年やってきた仕事で上司が変わっちゃって、でその新しい上司がそういう感じの人だったんで、でもやっぱ長くやってた分やっぱ慣れてるから辞めたくないっていうのもあって、とりあえず我慢しようと思って我慢してました。仕事も多分自分の方がやってたかなって思います。やっぱちょっと上司なんで言えないんで、もう我慢するしかないって感じでした。なんか嫌がらせとかなんかこの無駄な仕事やらせたりとか、なんか日本ではそうですね、無駄な仕事もそうですし、なんかやった仕事を急に変えられちゃったりとか、私がいない間に違うことされちゃってて変えられちゃってとか、お店のなんか展示とかお客様に見せるための展示とかでそれを担当してて、ちょうどその時に担当だからやってねって言われてて、でやってたんですけど、私が休みの日に変えられちゃったりとかして、でもどこがダメだったのかとかも何も言われずに全部変えられちゃってたんで、なんで言ってくれなかったんだろうなっていう、それを何回もやられちゃったりとか、あとは他の社員の人たちとその私への態度っていうか、なんていうんですか、もう言い方だったりとかも全然違くて、すごいきつめな言い方があったので、そうであんまりその人もあんまり動いてくれなかった人なんで、余計にちょっとイラッときてました。なんかすごい申し訳ない申し訳ない、もったいないし、自分が頑張って作った仕事だと頑張ってそうやって、で他の社員の方にもどうですかって聞いたりとか、その人たちからもアドバイスをもらったりしつつ、やったのに変えられちゃったりとかがあったんで、ちょっとなんか周りの人もこれパワハラだねって気づいた瞬間はいつだったんですか？もうすぐに気づいてくれましたね。なんか一応相談もしてたんですけど、一応ちょっと様子見てあげるよって言ってくれて、見てくれてて、すぐにいやなんか全然私たちとの態度違うねみたいな感じになって気づいてくれました。全部我慢して何も言われずに、もうただ単にそのままで、もうじゃあこのままでいいですって感じで諦めてたんで、もうちょっとでも聞けばよかったかなと思います。誰かの勇気になると思いますので、そのコメントありがとうございました。もういいやみたいな。最後はもう言っていいと思います。やめる前とかだったら言っていいと思います。我慢できなくなった時点でやめればいいと思います。本当に仕事なんていくらでもありますよ。頑張れば。これから社会人ですよね。なので社会人になって何のハラが怖いんですか？例えばパワハラ、空気ハラとか、なんかいろんなハラがあるじゃないですか。今は多分男性の方が気をつけられてると思います。やっぱ女性も加害者になることはあると思うんですけど、なんとかハラスメントっていうのは男性が被害者になることが多分多いので、メジャーなハラスメントってなると。なので私たち女性が気をつけてないことも男性は多分気をつけてるので、社会人になるからといって私はなんとかハラスメントはあんまり恐怖では
ないですね。バイト先とかでもなんかセクハラっていうのあるじゃないですか。なんかあるよね。セクハラメントあるけど、なんか男性も注意しなさいって言われてるけど、私たちもなんか女性も逆に男性に気をつけてね、男性にそういうこと言っちゃダメだよっていう女性もなんか最近気をつけなさいっていう話とかバイト先でもするんで、お互いにって感じですね。女性は何の言葉に注意した方がいいんですか？恋人いるのみたいなのも気軽に聞かないでほしいっていうのもなんか会社なんかそのバイト先で言われたし、あと何かな、やっぱりこういうなんか下品な話とかはやっぱり女性も男性もやっぱりやめようみたいな。やっぱり年上の人たちが多いとね、おじさんとか多いとちょっとなんかそれ言ってくるみたいなのもあるから、それはちょっと嫌だなって思ったり。ここカティバカだねって一旦言ってみてください。カティバカだね。私バカだよね、たまにはイエーイ。それはイエーイの方でもう一回お願いします。バカだね。カティバカだね。しょぼん。そんな感じです。だからなんかわーって笑えるぐらいだったら多分全然大丈夫なんですけど、もうその人がもうちょっと心的に傷ついてしまったらもうそれはハラスメントになるのかなと思います。In a society in which it's very important not to annoy other people and not to disturb or harass other people, there's more terms of how to actually, actually put a name to it and also be able to address it, right? So Japan has different things like, what is it, kukihara? Or like there's different types of harassment that you might not have heard about before. I mean, power harassment, and sekuhara, sexual harassment are the big ones, but there are other types. So in case you don't know about these ones, we've done a video about that one, and that video is right here. So be sure to check that one out, just so you don't upset people when you come. Sometimes things like strong smells, cold air, all these kind of things can upset people around you. And since this one here is a communal society in which you look out for other people, you need to be a little bit more aware of not annoying and other people and keeping that harmony and that balance. I mentioned it many times on our videos, so be sure to check out this video, but also check out our content videos where I talk about Japanese culture just to get you prepped before you come to Japan. Thanks so much. This was Kathy Cat, and I'll catch you soon here on Ask Japanese. Bye.